サクサクおさつポテトを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、サクサクおさつポテトを作りたいと思います。このサクサクおさつポテトは表面がサクッとしてて中がホクホクしたとても美味しいね、おやつにぴったりなレシピになります。材料もすごく少なくて作り方も簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。さつまいも、お砂糖、無塩バター、お水、塩。今回はこちらの5つの材料で作っていきます。まずさつまいもですね。こちら今皮付きの状態で約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そしてお砂糖ですね。こちらは白砂糖を使用してください。そしてバターなんですが、こちらはね無塩バターを使用していきます。有塩バターでもねできなくはないんですが、少しね塩味がきつくなるので無塩バターを使ってそこに少しだけね塩を加えていただくのがおすすめです。もしねどうしても有塩バターしかない場合は材料の塩は抜いて作ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね早速作っていきたいと思います。まずさつまいもの両先端を切り落としてください。このねさつまいもの品種もねお好みのものを使っていただいて大丈夫です。そしたらですねさつまいもが安定する位置を見つけてください。そしてだいたい1センチよりもちょっと太めに切っていきます。この時ね手を怪我しないように注意してください。はい、このように切ります。あとはですねまた同じぐらいの幅で縦に切っていきます。本当にね結構硬いので手を痛めないようにだけね注意して切ってください。このように切ったらね今度はくるっと回転させてまたね同じ幅で切りましょう。今回ね皮付きで行ってるんですけれども、もしね皮を取りたい方は皮をね剥いてから作ってみてください。はい、このようにねコロコロサイズに切りましょう。そしたらですねボウルにお水を張って、そしてさつまいもを入れてください。軽くねアク抜きしたいと思います。このまま使ってもいいんですが、このように一度ねお水に浸していただくとさつまいものね変色も防ぐことができます。ざーっとこのように混ぜて、だいたいですね3分ほどこのまま置いておいてください。はい、3分経ちました。そしたらこのお水をね一度切ってください。はい、でこのように水を切ったらふわっとラップをかけます。そしてこの表面に数箇所ようじなどで穴を開けます。そうしましたらこちらをですね一度電子レンジで軽く加熱していきます。こちらを電子レンジ 600W で3分加熱します。はい、今ね3分加熱しました。やけどしないようにね一度ラップを取り外してください。ちょっとね加熱ムラがあるといけないので、一旦ねこれでさつまいもを混ぜてください。そうするとね加熱ムラがなくなります。またねこんな感じで広げて先ほどのラップをもう一度かけましょう。そしてこのまま残り1分加熱していきます。はい、1分加熱しました。またねやけどしないようにラップを外してください。これでねだいたい8割ぐらい火が通ってれば OK です。今この状態でね少しね水気があるので一度ざるにあけてください。ただねすごくボウルが熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。ではねざるにあけます。このようにね水を切ってください。それではですねさつまいもを焼いていきます。まずねフライパンにバターを入れてください。そして火にかけます。一度ねバターをだいたい半分ぐらいですね溶かしてください。もしバターがない時はサラダ油を使っていただいても大丈夫です。半分ぐらい溶けたのでここにね先ほど温めておいたさつまいもを入れます。全部ね入れちゃってください。まずねバターを絡めます。バターを絡めたらこのままね中火で焼き色をつけていきます。ちょっとねこれ小さいので全面にね焼き色をつけることがちょっと難しいと思うので、大体ですねさっと見焼き色がついてカリッとしてくれば OK です。焼き色をつけたい時はね一度動かさずに焼いてみてください。そうするとね焼き色がつきやすくなります。
なかなかね焼き色がつかないなっていう時は火加減ねちょっと強めにしてみてください。こんな感じでね軽く焼き色がついてきたら転がします。ヘラなどを使ってねコロコロ転がしましょう。そして全面を焼いていきます。結構ね煙も出てくるので換気扇の付け忘れには注意してください。はい、OK です。こんな感じでねバターの油分もなくなって全体がねちょっとカリッとした感じになれば OK です。だいたい半分ぐらいですね焼き色がつくぐらいでいいかなと思います。そしたらですねこちらのさつまいもは一旦取り出してください。このようにねフライパンを空にします。そしたらここにお砂糖を入れてください。そしてこのお砂糖をめがけてお水を入れます。水を入れたらねもう火にかけましょう。火加減中火です。このままね混ぜながら加熱します。カラメルを作る時はねこうやって混ぜたりしないんですが、今回はねあえてお砂糖を結晶化する必要があるのでこのように混ぜながら加熱してください。だんだんねふつふつしてくると思います。またこのままね混ぜ続けながら加熱しましょう。だいたい1分ちょっとかな加熱して、このようにちょっとねこう全体が白っぽくなってきたの分かりますかね。お砂糖の粒がなくなって白っぽくなったぐらいですね。このねフライパンの縁のところがちょっと白くなってるの分かりますかね。このぐらいになってれば OK です。そしたらさつまいもを入れます。あと塩1つまみですね。そして混ぜましょう。砂糖をねさつまいも全体に絡めていきます。ちょっとねさつまいも同士がくっつきやすいので注意してください。さつまいも全体にお砂糖が絡んだら火を止めます。あとはですね砂糖が結晶化してくるまでこのようにねさつまいもをかき混ぜてください。だんだんねこのようにお砂糖が結晶化してきます。ずっとね火にかけてるとカラメル色になってきちゃうので、さつまいもにね砂糖が絡んだらもう火を止めちゃって大丈夫です。はい、そして全体がこのようにサクッとしたら OK です。はい、こんな感じです。このぐらいねお砂糖が結晶化するまで火を止めて混ぜてみてください。それではねお皿に盛りたいと思います。はい、これでサクサクおさつポテトの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにねさつまいもの周りはお砂糖が結晶化してサクサクな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。いただきます。表面がサクサクしてて、そこにね塩の塩味が少し入っててすごく美味しいです。塩の塩味でねよりこのさつまいもの甘みが引き立ってます。そしてまたこのね砂糖の食感もすごくいいですね。サクサクです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のサクサクおさつポテトのポイントです。まずさつまいもなんですが、だいたいね1センチよりもね少し太めの角切りにしてください。そしてその後軽く水に浸して電子レンジで加熱します。加熱する時はですね一度に加熱すると結構ムラが出てくるので一旦取り出して一度混ぜてからもう一度加熱してみてください。そしてフライパンにバターを入れて火にかけて、バターがだいたい半分ぐらい溶けたらさつまいもを全て入れてください。あとはですね表面がカリッとするまで焼いてみてください。まず全体に広げて一面だけねしっかり焼き色をつけて、あとは転がしながら焼いてみてください。そして焼き上がったらそのさつまいもは一旦取り出して、その後お鍋にお砂糖と水を入れて火にかけてください。カラメルなどを作る時は砂糖と水を加えて火にかけたら色が変わるまで絶対触っちゃいけないんですけれども、今回はねお砂糖を結晶化する必要があったので火にかけたら混ぜながら加熱してください。そしてお砂糖が溶けてフライパンの縁についたお砂糖が白く固まってきたぐらいになったらさつまいもを入れて、そして全体にお砂糖を絡めます。そして全体に絡まったら火を止めて、そのままお砂糖が結晶化して固まるまでしっかりと混ぜてください。ここでずっと火にかけてるとだんだんカラメル化してしまったり、あとはお砂糖が固まらなくなるので必ず最後は火を止めて混ぜるようにしてください。あとは表面がサクッとするまで混ぜてみてください。今回はねキューブ型にしたんですが、こちらはさつまいもを乱切りにして作っていただいても OK です。お好みの形で作ってみてください。ポイントはですね結構ね塩がアクセントになってるので、塩はですねさつまいもと同じタイミングで入れてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はサクサクおさつポテトを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。